はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。ちょっと先週ね、ポッドキャストをアップできなくて本当申し訳ございませんでした。先週はですね、ゴールデンウィークでなんと北海道の釧路に行ってきたんですよ。でちょっと釧路に行ったことにより、2泊3日で行ったんですけど、それによりレッスンをね、皆さんにちょっと予定を変更していただいたので、その釧路行ってすぐレッスンがいっぱいあって、ちょっとあれ、ポッドキャスト作れなくないみたいな気持ちになってしまって、はい、申し訳ございません。で今日はですね、そんな、釧路旅行のお話をまたしていきたいと思います。はい。釧路旅行については、結構前のエピソードでお話ししたと思うんですよ。2年前かな。ね。はい。2年前に私は釧路に行って、そう、その時にもいろいろ話したと思うんですけど、何話したか全く覚えてないですけどね。久しぶりの釧路でした。はい。で、釧路って、どんな街かっていう説明をしたいと思います。はい。北海道の、東の南の方にある町で、釧路空港っていうのがあります。はい。単調釧路空港って言うんですけど、単調っていうのは、その釧路にいる珍しい鳥の名前ですね。単調釧路空港っていうのがあって、皆さんが多分行ったことあるような札幌とか富良野からはかなり遠いです。かなり遠いですね。はい。で、釧路は、なんもないですね。なんもない。マジで。自然。自然。別に観光地っていうわけでもないんですよね。漁港の町で魚がたくさん取れる。漁師さんとかがたくさんいて、ほんと魚の町になります。北海道で一番魚が美味しいって言われているらしいですよ。はい。で、今回なんで私が釧路に行ったかというと、私の旦那さんの実家が釧路なんですよね。だから私の旦那さんのお父さんに会いに釧路に行きました。うん。えっと、そう。行ったのが5月の2日かから4日の2泊3日なんですけど、5月ですよ。5月なのに10度以下なのね、釧路。マジ寒くて冬かよと思って。東京の冬と同じぐらいの気温で、まだなんと桜が咲いていないという、はい、日本一遅いんだって、桜が咲くのが。でしょうね。だって5月になってまだ咲いてないんだもんね。そう、そんぐらい寒くて、でも、自然がたくさんあって空気も綺麗で、もう気持ちが良かったです。本当にもうマスクしてるのがもったいないくらい、本当綺麗な空気で、やっぱ寒い空気って良くないですかね、良くないですか？寒くてなんかこう、空気、なんていうの、澄んだ空気っていうのは私すごい好きで。そう。で、旦那さんのお父さんもすごい元気で、旦那さんのお父さんが柴犬を飼ってるんですよ。かわいい。太郎って言うんですけど、名前、名前すごくシンプル。太郎、もうほんと可愛くて、ずっと私は太郎と一緒にいました。その旅で。車で、いろんなところに観光をちょっとしたんですよね。釧路で一番有名なのは釧路湿原という場所。本当にもう何もないの。すごい広くて山もなくてもう平らの湿原がずーっと広がってるんですよね。もう本当にすごい景色なんですけど、それだけ。何もない。本当に動物とかも全然見えなくて。北海道。ちょっとギャグ言っていいですか、一個。そう、私がその時見た時にお父さんと一緒に、北海道はでっかい道ね、言ってました。北海道はでっかい道ってね。はい、面白くないね、あんまりね。はい、ということですごくやっぱ北海道は広いなって感じました、その景色を見て。あとは、阿寒湖っていう湖があるんですよ。それもすごく綺麗で、やっぱ大自然ですね、北海道は。人もいないし。なんかゴールデンウィークで
羽田空港すごい人がいっぱいいたんですよ。本当に。こんなに人がいっぱいいるのを久しぶりに見たなって思うから人がいっぱいいたんですけど、釧路に着いたら全然人がいなくて、あれみたいな。みんなどこにいるのみたいな。そんな感じで。うん。まあやっぱりあとはご飯ですね、釧路は。もうご飯は最高だった。なんか適当にそこら辺に入ったお寿司屋さん、なんかもう全然なんか地元のよくわかんない、大丈夫このお店ってぐらいのお寿司屋さんに入ったんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、お寿司屋さんが。うん。まあ、釧路で有名なものは、カニ、鮭、まあ、あとイクラとか、ホッケ、カキとかね、が有名ですね。うん。まあ、やっぱり美味しかったのは、カキとカニと、まあ、鮭。もうやばいね。うん。カニマジで美味しかったね。うん。そう。で、お寿司屋さんにも行ったし、あとは、炉端焼きっていうのがあって、炉端焼きっていうのは、網大きい網があって、その下に炭があるのよ。で、炭火で、まあ、焼くことを炉端焼きって言うんですけど、釧路が発祥らしいんですよね。うん。で、そこで、大きい網の上で魚を焼いたり、まあ、肉も焼くこともできるし、もちろん野菜も焼いたりして、そういう炉端焼きのお店っていうのが釧路たくさんあるんですけど、そこに行って、めっちゃ美味しかった。もう何食べても美味しいのよね。うん。でも私が釧路の旅で一番美味しくて感動したのはアスパラガス。これペイトリオンのブログにも書いたんだけど、北海道のアスパラガスめっちゃ美味しかった。他にもなんかじゃがいもとかトウモロコシとかも美味しいんだけど、アスパラガスが感動したのよ。もう東京で食べるアスパラガスとは、って何みたいな。東京のアスパラガスってじゃあ何だったのって思うくらい。あれは何偽物かって思うぐらい。本当に美味しかったね。甘くて、ほんとトウモロコシ食べてるような甘さがあったね。アスパラガスに。ですごく太くて、もう一度食べたい。って思った。めっちゃ美味しかったですね。はい。まあ他にも、ソフトクリームを食べたりしました、私は。はい。北海道は、魚、野菜だけじゃなくて牧場もあって牛乳もすごく美味しいんですよ。だからソフトクリームもめっちゃ美味しかった。で、チーズも美味しかった。もう最高だね。もう美味しかったしか言ってないね、今日のポッドキャスト。はい。あとね、釧路名物のスパカツっていうのがあって、これはね、うん。特にその釧路ので採れたものを使われてるとかいうわけではなくて、熱い鉄板の上にスパゲッティととんかつとミートソースがかかってるスパカツっていうのがあるのよ。そう。すごいボリュームよ。うん。まあ、ペイトリオンとかインスタにも載せたかもしれないね。うん。まあ、なんでそれが作られたかというと、その漁師さんがいっぱいいて、漁師さんって寒いじゃない。で、寒くて、お腹がいっぱいになるようなもの。違う。寒くてじゃなくて、体が温まってお腹がいっぱいになるものとして、そのスパカツが生まれたらしいんだけど、うん。あのね、美味しかった。美味しかったんだけど、どんな味かというと、スパゲッティの上にカツがあって、その上にミートソースが乗っかったっていう味。そのまんま。ほんと皆さんの想像通りの味です。はい。まあ一回食べてみるといいかもしれないですね、釧路に行ったら。釧路名物らしいですよ。まあ、どっちかというとなんか大学生とか、若い男性が食べた方がいい感じのイメージですね、スパカツ。うん。あとは、ガラナっていう北海道でしか売ってない、まあ、コーラみたいのがあるんですよね。コーラ。うん。このガラナの歴史も面白くて、なんで北海道でガラナがあるかというと、なんかね、すごく前に、コカ・コーラが日本に上陸した時に、もう日本中の炭酸飲料っていうのがコカ・コーラになったんだって。で、その時に北海道の人たちが、えっと、その、日本全部がコカ・コーラになってしまうって思って、ガラナを生み出したらしいのよ。で、今でも北海道では、まあ、コカ・コーラももちろんあるけど、ガラナも飲まれているという感じなんでね。まあ、味はね、
ガラナの中に湿布を入れたような味。めっちゃまずそう、こう聞くとね。ミントみたいな感じだね。ちょっとルートビアに似てる味。私ルートビアは嫌いなんだけど、でもガラナは飲めたね。でも普通のコーラがいいわってちょっと思っちゃったんだけど、もし北海道に行ったら、釧路だけじゃなくて北海道に行ったらガラナという飲み物が売ってると思うので、もしよかったら飲んでみてくださいね。はい。他にもね、北海道にしかないコンビニエンスストア、セイコーマートというところに行ったり、セイコーマートでは北海道限定のものが結構いろいろ売ってたりして、はい。これはぜひ北海道旅行に行った方はぜひセイコーマート探してみて入ってみてくださいね。普通のコンビニですけどね。ちょっとファミマとかセブンイレブンとかローソンとかちょっと違うような感じです。はい。そんな感じでとにかく食べてしかいなかった。本当によく食べたね。幸せな旅行でございました。はい。もしね、釧路行ったことある人ってあんまりいないんですけど、もし釧路行ったことあるよって人いたらぜひコメントで教えてください。はい。じゃあ今日はこんな感じで私の釧路旅行のお話でした。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと、今日これアップしてるのは多分5月15日の日曜日なんですけれども、明日の5月16日から、私のシャドーイングコースを始めます。で、明日シャドーイングコースについての YouTube の動画をアップするので、ぜひシャドーイングコース興味がある方は私のこの明日アップする動画をぜひ見て、参加してみてください。参加方法についても YouTube の動画で説明しているので見てね。はい。あと何ですかね。あとはTwitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。また新しいゲーム何かやりたいなと思ってますので、またドラえもんのゲームするのもいいかもしれないけどね。結構面白くない？ドラえもんのゲーム。ね、牧場物語ですけど、はい。そんぐらいかな。あとペイトレオン、こちらの、サポートもお待ちしております。コミュニティメンバーも募集しております。コミュニティメンバーは結構、中級以上の方向けですね。結構皆さん日本語が上手な方がかなり多くて、はい。なのでちょっとコミュニティの中での会話結構難しいと感じると思うんですけど、明るくて愉快な仲間たちがたくさんいるので、週に2回、ボイスチャットでみんなでお話ししたりしてますので、ぜひ参加お待ちしております。はい。じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。